はい、サービスで熱い当たりのフラットのボールを打ちたい方へレッスンをお届けしたいと思います。対象としては少しずつサービスが打てるようになってきたけれども、熱い当たりの速いボールが打てない、あるいは球種の打ち分けがなかなかできないという方へお送りしたいと思います。このレッスンのゴールとしては、効率的な動きでスイングした力を無駄なくボールに伝えられること、また球種の違いを打ち分けられるようになること、こちらがゴールになります。まずサーブについての基本的な動き、力の抜き方や使い方についての動画をご覧ください。について解説したいと思います。基本的にテニスの動きは体の軸を中心に回す動作、体を回す動作で力を生んでいきます。そしてストロークの場合は軸を立てて体を回すことによって腕を前に振り、力強いストロークを打ちます。サーブの場合も基本的な考え方は一緒で、軸を回すことで腕を振っていきます。そして軸の回り方がストロークの場合は立って回しますけれども、サーブの場合は軸を少し斜めに傾けて、このような形で軸を回していきます。トスを上げた後に構えた状態を作ります。この時に肘、手首の力を抜いておきます。そしてラケットの重みが肘に感じれるように楽に、ここをまっすぐトロフィーポーズですね、90度90度を作るようにしましょう。はい、この構えから右の胸をボールの方に向けていくようにします。そうすると手首、肘の力が抜けているので、先に腕が出ていき、ラケットは後からついてくるというイメージになります。動きとしてはこういうイメージです。少し極端にあります。胸が出ていき、ラケットが後から出ていくと、こういう動きですね。ラケットを振り回すようなイメージでいいと思います。少し振っていきたいと思います。ラケットを振り回すようなつもりで腕は置いといて、手首も緩く、グリップも緩く持ち、そのまま胸を前にし、ラケットを振り回すようなイメージで振ってみてください。はい、この力の入り方が基本的なサービスの動きになります。サーブの動作というのは、ここから体の回る力で腕が出ていった時に、最後に腕の動きを止めることによってラケットが先に加速される、ラケットのここまで来た遠心力が最後に加速されていくというような形を作ります。基本的にボールを投げる動作と同じようなイメージになると思います。ボールを投げる時に最後このような形で手首が先に出て終わっているようなイメージを持てる方もいらっしゃると思います。そのような形で構えた状態から体を回していき、そして腕の動きを止めた時にラケットが先に出ていくという形になります。これがサーブの基本的な力の入り方になります。はい、ご覧いただきましたように、サーブについては体で回ってきた力がボールに打つところで止まり、そこから先はラケットが加速していくことによって力が生まれていきます。そして球種の打ち分けについては、体が回ってきた力がボールに打つところで止まり、そしてラケットが出ていきます。このラケットの出ていく方向をコントロールすることによって球種の打ち分けが可能になります。ここで大事なのは、決して手首の力でラケットの方向をコントロールするのではなく、あくまで手首の力を抜いた状態でラケットが振り抜かれますので、それをどういうふうにコントロールするかというのがポイントになります。振り抜きたい方向をコントロールする方法としては、ボールと腕とラケットの関係をきちんと作ってあげることにあります。ボールに対してスイングしていくときに、体が回ってきて肘が先に出てきてラケットが遅れてくる、こういった状況ができます。
この時にボールと腕とラケットの位置関係、この関係を作ることによって球種の内訳をしていきます。例えばボールに対して肘とラケットが後ろに作れていれば、そのままラケットが前に出ていくのでフラットで作ることができます。ボールに対して肘とラケットが後ろに作れればフラットでボールを打つことができます。そしてフラットの場合は打ちたい方向とボールと肘とラケット、これが一直線になる状況を作ってあげます。打ちたい方向とボールと肘とラケット、これが一直線になる状況です。この状況が生まれるようにしてあげてください。構えた状態から体が回ってきて、自然に肘がまず出てきます。その時に打ちたい方向とボールと肘とラケット、これが一直線になっている状況にします。そうするとそのまま体が回った力で腕が出てくると、そのまま打ちたい方向に振り抜こうとしますので、ラケットが前、そのまま前にこのようにプロネーションをしていきます。そうするとフラットのボールが打つことができます。途中で決して腕の力で持ってきてこの形を作ろうとしたり、あるいは手首の力を使ってこう振ろうとしないでください。あくまで体の力で回ってくるのですが、その途中でこの関係性、ボールと肘とラケットの関係性が作れるようにしてください。そのままラケットを前にボールの方に振り抜くと、ラケットがこのように動くのがわかると思います。このような動きをまずしてみましょう。素振りでまずは確認してください。それができるようになってきたらボールで軽く打ってみましょう。決して強く振らないでください。最初はこの上半身の動き、この動きだけを少し練習してみましょう。必ず体が回ってきた力で腕が出てきて、その上でこの動きができているかどうか確認してください。